こんにちは、きのっこです。今回はダイソー購入品をご紹介しつつ、実際に使ってみた正直な感想もお伝えしていきたいと思います。まずはピタッと押すだけ密着シリコーン蓋。ずっと気になっていた商品でしたが、やっと購入しました。直径18センチまでの丼やお茶碗に対応。乗せて押すだけでピタッと密着してくれるシリコン製の蓋です。マイナス40度から230度まで大丈夫なので、冷凍庫や冷蔵庫で保管でき、電子レンジの使用も OK。オーブンや食洗機での使用にも耐えられます。鍋やフライパンにも対応しています。もう少し大きめの蓋がないかなと探したのですが、直径18センチ以上の大きさのものは残念ながらありませんでした。シリコンなのでふにゃふにゃしていますが、柔らかすぎずしっかりした作り。中央には丸いくぼみがあり、ここを押すとペコンとへこんで容器と密着してくれる仕組みです。吊るし収納用のフック穴もある便利設計。軽く押さえるだけで机にすらしっかり密着。でも横からつまんで剥がせばすんなり剥がれます。蓋の持ち手はギザギザに加工されているので、滑らず持ちやすいし、押す時に指が痛くなることもありません。そしてその周りにはピクトグラムが書かれていて、耐冷、耐熱温度や何に使えるかなど、説明書がなくてもその場で確認することができて、これまた便利。こちらは我が家で使っている一番大きな丼。サイズがギリギリでしたが、つまみを押すと蓋の中央がへこんで程よく空気が圧縮され、お皿が持ち上がるほど密着。そのうち蓋が剥がれてしまうのではと不安でしたが、振っても落下することなくしっかりくっついていてくれました。サイズオーバーの小さいお皿にもしっかり密着。プラスチックのカップにもピタッとくっついてくれて、家にあるどんな食器にも使えそうです。小さめのお鍋の蓋として使ったり、落とし蓋として使ったりもできそうで、変な匂いも全くないし、すごく買ってよかったなぁと思える商品でした。次は新商品、キッチン用マスキングテープピッタペッタを購入しました。ストライプスカイブルー柄とドットピンク柄。他に無地のホワイトとグレーがありましたが、ポップで可愛くてキッチンのイメージが湧くこのデザインを購入。手で切れて字が書きやすく何でも貼れるとのこと。マイナス18度まで OK なので、食品を冷凍保存する時にも使えます。キッチン用と具体的な使用用途が決まっているこのマステ、専用性が高いということはそれだけ機能的なのではと期待が膨らみます。テープ幅は少し太めの 18mm、長さはたっぷり3メートルあります。どちらの柄も文字が目立つよう淡い色になっていて、和紙のマスキングテープと比べて厚みがあり、しっかりとしたテープになっています。同じくダイソーの新商品の隙間に入る縦型収納マステホルダーに収納して使ってみようとしたところ、どんなに力を入れてもカッターで切ることができませんでした。手で切れるとパッケージに書いてあった通り、手で切ってみるとあっさり切れました。むしろ手でしか切れないマステという感じです。養生テープのようにまっすぐ切れます。というか、まんま養生テープといった感じ。字も滲むことなくはっきりくっきり書けます。この書き心地も養生テープに油性ペンで字を書く時の感覚そっくり。なんだか仕事を思い出しました。マステカッターで切れないのは不便かなと思いましたが、実際は手で切れた方が忙しい調理中には何かと便利。水に強いプラスチック素材なので濡れてシワシワになることもありません。キッチン用というだけあり、キッチンで本領発揮してくれるマステでかなりおすすめです。次はカラーボックス用マルチバーを購入しました。カラーボックスの側面に取り付けて収納を増やすことができるアイテムです。取り付け時は多少 DIY っぽい作業が必要になります。
私はマルチバーを購入しましたが、他にも同じシリーズとしてトレイシェルフ、小物ポケット、フックなどがありました。色は白のみだった気がします。取り付け方法はパッケージ裏に詳しく書かれているのですが、どんなに力を入れても説明のように取り付け部分をパカッと開くことができません。闇雲に力を入れても破損してしまいそうだったので、強度があるアルミ定規を使って壊さないようゆっくりこじ開けていきます。このアルミ定規は無印の定規。取り付け部分の内側にはたくさんの溝があり、 DIY が苦手な私の心をざわつかせます。プラスドライバーでカラーボックスのネジを緩めて取り外します。作業がしやすいように取り付け位置にテープで仮止めして、取り付けバーの一番隅の溝にネジを差し込み、ゆっくりネジを回しながら押し込んでいきます。そのうちネジと取り付けパーツが接触して、それ以上ネジを押し込めなくなるので、適度にネジを締め付けて取り付け完了。最後は蓋を閉めるみたいにバーをカチンと閉じます。パーツ内部の無数の溝は何だったのか謎です。両面テープや磁石ではなく、ネジでがっちり固定されているので、強い力を加えてもずれたり剥がれたりすることなく安心です。雨傘や日傘を引っ掛けたり、ワイヤークリップを引っ掛けて、ハンカチや雑巾の一時的な置き場にしたり、タオルをかけたり、洗濯ハンガー置き場にしたり、洗濯バサミの収納場所にしたり、袋留めクリップを引っ掛けたり、お掃除用スプレーをかけておくこともできるし、S 字フックを引っ掛ければマイバッグをかけることもできます。使い方次第でいろいろなものを引っ掛けることができるこのマルチバー。家の壁を傷つけることなく手軽に収納場所を増やすことができて、すっごく便利な商品だなぁと思いました。次は洗えるキッチンタオルを購入しました。ダイソーのお店で山積みになっていて、つい手に取ってしまったこちらの商品。洗って 2,3 回程度使えるちょっぴりエコで衛生的なお掃除用のペーパータオルです。30枚入りなので1枚あたり約 3.7 円。パルプにポリプロピレンが合成されていて破れにくい構造になっているようです。ティッシュペーパーのようにパッケージのまま使えるようになっていて、1枚取り出すと次の1枚が出てくるポップアップ式。20センチ ×24 センチでそこそこ大きめ。エンボス加工がされていて柔らかな触り心地です。ですが厚みはそれほどありません。四つ折りにするとちょうど手のひら程度の大きさになります。では実際に濡らして絞って使ってみます。折りたたむと小さくなるのでちょっと絞りづらいです。広げて引っ張っても今のところ破れる気配はありません。いつものように机を拭いて、水で汚れを落としてぎゅっと数回絞ります。強度は相変わらずありますが、一部分破れてきました。でもまだ全然使えるのでシンクを拭いていきます。2箇所拭き掃除をして3回絞った状態がこちら。破れが目立ち始めましたが、折りたためばまだ使えるので、この状態で壁や床などを拭き掃除してからそのままゴミ箱に捨てました。ちょっとした拭き掃除に洗って数回使えるのは便利だと思いましたが、1枚 3.7 円と考えるとお財布にはエコではないなぁと感じました。次はずれにくい流し台シートを購入しました。すぐに必要なわけではなかったのですが、レトロで可愛らしい柄に惹かれてしまいました。キッチンの流し台周辺の収納スペースを保護するシートです。汚れや傷から守ってくれるこういったシートは賃貸の我が家では必需品。プラス消臭、抗菌、防カビ効果もあって安心です。この可愛らしい柄はシリーズ化されていて、他にスポンジや蚊帳織布巾、レンジガードなどキッチンアイテムがいろいろ販売されていました。藍色でどこかレトロな北欧風イラストが日本のキッチンによく合いそうです。裏は薄めのクッション素材になっています。
コンロ下収納のシートを交換します。そういえば引っ越してきた時以来交換していなかったこのシート。中身を全部外に出して、古くなったシートをお片付け、お掃除をします。シートを敷いていたおかげかあまり汚れていませんでした。新しい流し台シートは広げると結構大きかったので、スペースのサイズに合わせてハサミでカットします。気持ちよくサクサク切れました。新しいシートを敷き直すと、レトロブルーの柄がとっても綺麗。収納していた調味料などを元に戻します。隅が浮きがちになってしまうのが少し気になるのと、ずれにくいかといったらそうでもないかなというのが感想としてありますが、見た目が可愛いのでおおむね満足です。シートが余ってしまったので、キッチンツール収納の引き出しにも敷いてみました。ほんのり透けて見える柄がやっぱり可愛いです。次は救急小物ケースを購入しました。ダイソーの定番商品のようですが、初めて発見しました。絆創膏やピンセット、塗り薬や飲み薬などを収納するためのケースです。中に何が入っているのかわかりやすい半透明のケース。大きさは横11センチ、奥行き 7.5 センチ、高さ 4.5 センチ。シールを剥がすと、無印良品のポリプロピレン小物ケース L サイズにそっくりな小物ケースになります。無印良品のものは1個190円に対し、ダイソーは100円なので、数を揃えたい時にお財布に優しい。小物ケースにしては大きめなので、薬箱の中で散らかりがちな細々したものをまとめるのに便利そう。今まではセリアのカードケースで救急箱の中身を整理していたのですが、セリアのものと比べると一回り大きなケースになっています。深さも少しだけダイソーの方が深め。頭痛薬が丸々1箱入ります。お薬収納の中はまだ整理しきれていないのですが、今回購入したダイソーの小物ケースは消毒面の収納ケースとして使おうと思います。ただ立てて入れるとサイズが合わなかったので、ちょっとしっくりきませんが横向きで入れることに。我が家の引き出しにはどちらかといえばセリアのカードケースの方がサイズが合っていたようです。でも100均で無印そっくりさんが手に入るのは嬉しいなと思いました。次はフェイスタオルホワイトを購入しました。200円や300円のタオルもありましたが、一番安い100円のタオルです。素材は綿 100%。100均でよく売られているマイクロファイバータオルは吸水性がいまいちなので、コットン 100% は結構嬉しいです。まだ一度もお洗濯してない状態ではありますが、触り心地は柔らかくてふわふわ。大きさは一般的なタオルと同じ 34×82 センチ。隅の処理もちゃんとされてるし、毛羽立ちやほつれもありません。薄手ではあるものの、町内会とかでもらうタオルよりは厚みがあり、しっかりしています。実際に使ってみましたが、吸水性もとてもよく、100円でこの高クオリティははっきり言っていい意味でありえないと思うので、また店舗で見かけたらさらに買い足す予定です。次に購入したのは洗えるウォッシャブルスリッパ。サイズは26センチ。他に大きめの27センチサイズもありましたが、26センチ以下のサイズはありませんでした。26センチサイズは白やピンクなどの柔らかい色。27センチサイズは紺や茶色などダークカラーのラインナップとなっていました。使い捨てではなく、洗えて清潔を保ちつつ使えるので便利です。夫の実家で猫を多頭飼いしているのですが、元野良猫の保護猫かつメス同士で仲が悪く、床にマーキングをしたりするらしいのでスリッパが必要で、今回は夫の実家用スリッパとして購入しました。猫ちゃん同士仲良くできればよかったのですが、メス同士ってなかなか難しいみたいです。
パイル地で肌触りが良さそうなスリッパ。100円ながらもそこそこクッション性があり、生地はポリエステルですが綿のような触り心地です。縫製がちょっと粗く、激しく洗うとほつれてしまいそうな不安はあります。実際に履いてみましたが、思った以上に履き心地はいい感じ。サイズが大きいかと思いましたが、パイル地が滑り止めになってくれるので、すっぽ抜ける感覚はありません。100円でこのクオリティのスリッパが買えることに驚きです。何かの行事などの携帯用スリッパや災害時の緊急用スリッパとしてストックしておいてもいいかなと思えるスリッパです。次は夫の実家からお米をたくさんいただいたので、米びつの虫除け V 穀物保存剤を購入してきました。40キロまでの米びつに対応していて、3ヶ月間効果を発揮してくれます。環境や人体に害のない物質を使用とのこと。以前何も対策せずに米袋にお米を入れたままにしていたら、言葉にするのもちょっとあれなほどの大惨事になってしまったことがあり、それ以来お米は必ず冷蔵保存するようになりました。特に夏は事故が起こりやすいので、冷蔵保存に加えて虫除けアイテムがあると安心。中身は唐辛子そのものではなく、多分唐辛子の粉末か何かが入った袋が入っています。今回は 10kg ほどお米を精米してきたので、保存日を虫除け V 君に書いて、米びつの代わりのタッパーの中へ入れて冷蔵庫で保管しておきます。そして最後はキッチンクリーナーを購入しました。換気扇、コンロ、レンジなどの油汚れを落としてくれるクリーナーで、オレンジオイル配合で除菌剤も入っています。45枚入りで1枚あたり約 2.5 円。紙物雑貨の京和さんの商品で日本製です。実際に使ってみようと取り出してみたところ、ちょっと取り出しにくくて破れてしまいました。なんとなく湿ってるかなぐらいのウェット具合です。水分が少なめなので滑りが悪くて少しストレスを感じました。薄いので溝部分はすごく拭きやすかったです。ただリピはないかなと思いました。使いやすいようウェットシートケースにセットしておきました。以上、ダイソー購入品紹介と正直レビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。きのっこでした。